皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日はいられ編第13回目ということで、今回は実際に名刺のデザインと納品データの作成までをお話ししていこうと思います。まずデザイン作成の前に名刺に入る情報の整理をしていきます。一般的な名刺に入る情報属性だと、個人の情報属性と会社の情報属性の2つのグループに分けることができると思います。ちなみにこれを情報設計といい、サービス UI や LP やバナーを作る場合でも使える技術なので覚えておくといいです。入る情報をまとめてみました。個人の情報、名前、役職、メールアドレス、電話番号。会社の情報、社名、住所、コーポレートサイトの URL。クライアントさんによってはその他の情報をリクエストされる場合があると思うので、その際にその情報は個人属性か会社属性かを考えて、どちらの属性に入るかによってグループを振り分けられるようにしておきましょう。次にレイアウトですが、皆さんはグーテンベルグダイアグラムというのをご存知でしょうか。こちらは15世紀頃にヨハネス・グーテンベルグさんが視点誘導について提唱したものなのですが、簡単に言うと、人間という生き物が何かを読むときに無意識のうちに左上から読み始めて右下に読み終えるという習性と、逆に右上と左下はあまり意識していないという習性があるので、画面を4等分し、この習性に合わせて情報を配置することでユーザーが情報をより理解しやすくなるというものです。こちらを応用したもので Z の法則というものがあり、こちらはユーザーの視点を左上、右上、左下、右下の Z の順番で配置することでユーザーに情報を伝えやすくしたり、縦書きの場合には N の法則といって、右上、右下、左上、左下の N の順番で情報をレイアウトして伝えやすくする技術なんかがあります。今回の名詞は横書きなので Z の法則を使っていきたいと思います。次に名詞というクリエイティブの本質や役割を考えたときに、個人情報を相手に知ってもらいたいためのツールなのか、それとも会社名、サービス名を先に知ってもらい、その後に個人情報を知ってもらいたいのかの2パターンがあると思います。いずれにせよ自分の名前を相手に覚えてもらうという軸は同じですが、その解決までのプロセスが違います。ここで個人の情報を優先させるか、それとも会社の情報を優先させるかでレイアウトも変わってきてしまいます。ただこれには答えがないので、クライアントさんとご相談をしてどちらの優先順位が高いかをご検討されるといいと思います。ちなみに今回は個人情報の優先順位を上げてレイアウトしていきます。個人情報の優先順位を上げるメリットとしては、役職が見つけやすいので決済者とつながりやすい、自分の名前を覚えてもらいやすいなどがあると思います。会社の情報を優先させる場合のメリットは、すでに認知されている企業であれば相手に対して安心感を与えられる、社名やサービスを覚えてもらえるなどがあると思います。できた表面のデザインがこちらです。左上に個人情報を配置して名刺下部に会社情報をまとめたレイアウトにしてみました。続いて裏側のデザインですが、こちらは会社のブランドを際立たせるために前回の動画で作ったキービジュアルをベースにデザインしていこうと思います。またここでポイントですが、印刷物というのは例えば A4 サイズのチラシを作ろうとしたときに、実は元の素体となる紙は A4 ではないのです。 A4 よりちょっと大きめの紙に印刷して、断裁機というとてもよく切れる大きなカッターで上下左右の余白をカットして A4 サイズにしているのです。なので指定のサイズで作ってしまうと、断裁機で切った時に端に印刷していない部分が白い線で出てしまう可能性があります。これを防ぐために塗り足しというものを用意しておきます。塗り足しとは、上下左右の余白分にをわざと写真をはみ出して印刷することで、断裁機で切った時に素体の印刷されていない部分が出ないようにする工夫のことです。ちなみにこのガイドのことをトンボというのですが、このトンボを基準に上下左右に 3mm の塗り足しを追加。合わせて表面の文字も断裁時に切れたりしないように内側に 3mm のガイドを制作しておくといいと思います。できた裏面がこちらです。運営しているサービスの強みが伝わりやすいようにキャッチ
コピーを大きめに表示して、もらった人がサービスに対して興味を持ってくれるようなデザインにしました。デザインデータとしてはここで完成なのですが、最後にこちらを納品データにするために2点やらなければいけないことがあります。1つ目は画像の埋め込み。こちらはイラストレーターというソフトがソフトのパフォーマンスを上げるためにローカルの画像データをイラストレーター上に呼び出して映し出しているので、そのローカルの画像データをイラストレーターのデータに埋め込む作業と、2つ目は文字のアウトライン化。こちらは自分のパソコンに入っているフォントデータが印刷業者の方のパソコンには基本入っていないので、文字データを図形のパスデータに変換する作業が必要になってきます。こちらでデザインデータを無事納品用のデータにすることができました。次回は今回お話しした納品データの作成について改めて簡単なチェックリストをお伝えして、視聴者の方の納品データの入稿ミスをなくせるような動画をお送りしようと思っております。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ